おいシュウラン、皿はこちらに置いておけばいいのか？ああ、姉じゃ。その皿は菓子と一緒にこちらにまとめておいてくれ。承知した。茶の支度としてはこんなものか。何？おいおいシュウラン、この程度で本当にカリン様に喜んでいただけると思っているのか？どういう意味だ、姉じゃ。茶と茶菓子の準備をしただけでカリン様に喜んでいただけると思っているのかと聞いたのだ。祝いの席や酒宴なら余興の一つでも考えるだろうが、この席はそういうものではあるまい。いつもの日課だぞ。その考えがすでにいかん。日々の穏やかな生活の中にもちょっとした驚きと楽しみを仕込んでこそ日々に潤いが生まれるのではないか。なら菓子に季節の花でも添えた方が良いか？その程度で喜んでいただけるものか。もっとカリン様が満面の笑みを浮かべて、よくやったわね、偉いわシュンランと私の頭をなでなでしてくれるような素晴らしい暗号だな。ほほう、姉者にはとんでもない妙案があると見える。後学のためにもぜひ聞かせてもらいたいな。戦ばかりのこの時代、何もない穏やかな日常をただ楽しむというのも悪くはないな。だろう？まったくだ。まあそうだな。強いて何か仕込むとすれば。本郷でも呼んでみるか。なぜそいつの名前が出てくる？別に不思議ではなかろう。本郷のことカリン様は気に入っていらっしゃるようだし、姉者もケーファの嫌味を聞きながら茶を飲むよりは楽しかろう。カリン様はともかくどうしてそこに私の名前も出てくるのだ。姉者、カミカミだぞ。で、どうする？あやつがいればカリン様には少々新鮮な驚きを提供できると思うが。そうだな。私の好みは置いておくとして、カリン様に喜んでいただけるならばあいつを呼んでやるのも一興かもな。あら、今日はここでお茶にするつもり？はい、カリン様、すでに準備は万端整っております。早く。姉者。どうしたのカズト、そんな大荷物で。そう、一つもらえるかしら。なるほど。季節の花をめでるというのも悪くないわね。いるかバカ者！怒ってなんかない！
そうだ。来たいならそれなりの意思表示をしておくことね。あなたがお茶に来たいかどうかなんて私たちにはわからないのだから。良いわけがなかろう。とっとと帰れ。ひどいのはお前だ。そのくらい悟れるようになれ。だが初めは姉者も本郷を呼ぼうかと言っていたのだぞ。何？忘れたのか姉者。カリン様に喜んでいただけるならば本郷を呼ぶのもまた一挙などと言っていたではないか。何を言う。忘れてなどおらぬ。そもそもそんなこと考えるはずがなかろう。やれやれ。そんなことを考えていたの？ならもう少し遅めに来た方が良かったかしら。そんなことはありません、カリン様。我々はカリン様のために茶の支度をしていたのです。そこにカリン様が都合を合わせるなど。姉者がどこで思い出すか見てみたくてな。まあそうだろうな。カリン様、お茶のおかわりはいかがですか？そうね、もらおうかしら。ただこの件、忘れた春蘭にも問題はあるけれど、忘れられた和人にもある意味問題はあるのよ。だそうだぞ、本郷。なんだと？ええ、別に春蘭を褒めているわけではないのよ。本来なら姉者が忘れなければ済んだ話だしな。そうなのか。実際和人が春蘭に忘れられるような人物だったことが問題なのよ。春蘭が絶対忘れないほどの人物になれば全ては丸く収まるでしょ。さあ、それは春蘭に聞いてみないとね。どうしたんだ姉者、そんな真剣な顔をして。どうすればこういうことを忘れずに済むだろうかと考えてな。私はそうそう忘れたことがないから何とも言えんが。カリン様はいかがですか？私も忘れたことがないからそのあたりの助言はできないわね。ただ今回の件は和人のことだったから別にいいけれど、大事な報告や任務を忘れないようにする工夫は考えておいてもいいかもしれないわね。大した問題ではないでしょ。
おい本郷。言ってて寂しくならんか？まあいい。今度キーにでも聞いてみるか。ケーファに聞いたらバカにされるのは目に見えているしな。なんだ、お前に物忘れ防止の妙案でもあるのか？それはお主の国で自慢になるのか？で、その物忘れの帝王様の妙案とやらはどんな案なのかしら？メモ？なるほど。貴様にしては悪くない案かもしれん。そういえば姉じゃ、この後町へ新しい装備の品定めに行く予定だったよな。おお、忘れるところだった。ならば早速そのメモとやらを試してみるか。キーはおらんか？みんなでお菓子食べててずるいです。僕も食べたい。やれやれ、後でちゃんと分けてやるから。約束ですよ。で、何ですか？腕とすずりを持て。はい。で、書くのは紙ですか？それとも竹簡でいいですか？いらん、ペンに書く。はい？メモというやつだ。紙はいらんから腕とすずりだけ持て。はあ、それでいいんなら。声をかけるな。メモをする要件を忘れてしまうではないか。シューマン様、持ってきました。よくやった。町へ真相。本郷、要件が全部書けんではないか。町で真相では意味がわからんぞ。真相回転か。これでは手のひらが真っ黒になっただけではないか。本郷、あれは正しいメモとやらの使い方なのか？そもそもそんなメモとやらを手のひらに書くくらいなら、筆と一緒に紙も持ってこさせれば済む話じゃないの。確かに。本郷、貴様の案全く役に立っておらんぞ。
なんだと？うむ。ええ。春蘭様、難しいお話をしてるところすみませんが、僕のお菓子。あ、キーはよくやってくれた。私の分でよければ好きに食べていいぞ。やったー！じゃ、いただきまーす！これ美味しいですね。どこのお菓子なんですか？この間南の位置に新しい菓子屋ができただろう。そこで買ってきてみた。端っこにできたお店ですか。あそこまだ行ったことないんですよね。今度行ってみようかな。これ美味しい。それは私も聞きたいわね。どこで買ってきたの？は、そちらも同じ菓子屋で一番人気のまんじゅうだそうで。そうなんですね。やっぱり今度行ってみよっと。かりん様たちにもお土産買ってきますね。ええ、楽しみにしているわ。なあ、キー。何ですか、春蘭様。私も一つもらっていいか？もちろんですよ。姉じゃ。大事なまんじゅうが炭で真っ黒になってしまったぞ。どうしてくれる？姉じゃ、手拭きだ。役に立たんばかりか。今度はこうして私がまんじゅうを食うのまで邪魔するとは。メモ、なんと恐ろしい罠。カズト、本当はどうやって使うものなの？なるほど。方法に致命的な間違いがあったようね。何ですと？シューラン、あなたは理解した？は、おおむね。なら、後で正しいメモの使い方を春蘭に教えておくように。使いようによっては仕事がはかどるようになるでしょうよ。御意。本郷。メモだ。必要なことを端からメモにしていたらこんなになってしまってな。紙はもったいないから竹簡にしたらこのざまだ。広げればあの曲がり角くらいなら届くと思うぞ。やってみせようか。
それは助かる。これをちゃんと巻き取るのも一苦労でな。いや、シューランから聞いた使い方に私なりの改良を加えてみたのだが、それにしても邪魔なものだな、メモというものは。それにこれだけあってはどこに何を書いたかわからんときた。おお、それは妙案かもしれん。なあ本郷、一つ聞いてよいか。メモというものは本当に便利なのか？うん、私もそう思うんだ。ああ、